はい、皆さんこんにちは。竹虎4代目です。さてですね、今日はまた鈴竹の市場かごです。修理のためにね、戻ってきてたんですが、修理は完成しましたんで、皆さんにご覧いただきたいなというふうに思ってますよ。やっぱり鈴竹市場かごはね、これぐらいの大きさがやっぱ使い勝手がいいですね。やっぱ大きなのが人気です。たくさん荷物も入りますしね。非常に丈夫な鈴竹市場かごなんですが、パイプ持ちでこれが重たい荷物を入れて持ち運びますので、やっぱりどうしても傷みがち。ということで今回ですね、このパイプ持ち手を新しく新調させてもらってます。そしてですね、こちら。この縁巻きはね、籐でいつもこうやってるんですよ。籐でやるんですけれど、色目の違い分かりますかね？この色がちょっとこう茶色くなってて、で、これ白っぽい籐。これ新しい籐にやり替えたところなんですよ。部分的に傷んだところありましたので、一部やり直させていただきました。もともとはね、白っぽいこう籐だったのが経年変色でこういった色合いになってるんですよ。こういった色合いにいいでしょ、この経年変色。竹の経年変色もいいですけど、籐の経年変色もまたいいんですよね。長くお使いいただくうちに色合いの違い、やっぱりね、自然素材たまんないところですよ。立派な力だけも入ってますが、いつも言いますようにやっぱりこういったですね、1、2、3、4とこの四隅がね、どうしても傷んでしまいます。で、そこでですね、今回、これはね、鈴だけではありません。籐です、籐。籐ってね、実はね、昔から竹細工によく使われるんですけど、本当に丈夫でね、これ籐がなかったらね、日本の竹細工、買い物かごにしろ何にしろ、ここまで広く使われることがもしかしてなかったんじゃないかなというぐらい便利な素材なんです。堅牢でしなやかで丈夫で、こういった籐かがりなんかも、こんなに丈夫に、綺麗に、緻密に巻けて、しかも耐久性が強い、こんな素材ってなかなかないです。で、今回はこの鈴竹の市場かご、そこもしっかりね補強していただきましたんでね、また10年20年、ゆっくりとご愛用できるかごに生まれ変わったんじゃないかなと思います。日本はね、もったいない文化とかよく言われますが、こういうふうにですね、壊れたらすぐ捨てるんではなくて、壊れても手直ししながら一つのものを思いを込めて大事に使っていくところがいいところなんです。皆さんもお手元にあるですね、買い物かご、あるいは竹細工、竹ざる、まだまだ使いたいのにどうしようと思われたら、ぜひですね、そんな時は竹虎を思い出していただきたいなというふうに思ってます。前だったら築地、今は豊洲ですか。今でもね、朝早くこう訪ねていったりすると、やっぱその板前さんですか、料理人の方がこういった市場かごを持ってお買い物されている姿、よーく拝見することがあります。ところがですね、やっぱりそのプロが使うので、使えば使うほどやっぱどうしても傷んでくる。で、傷んだところをですね、意外と多いのがね、こういった縁巻きにしろ、そこにしろ、ガムテープなんかで貼って、なんかこうだまし使ってるよっていう方がね、たまーに現れるんです。で、もちろんね、それもいいですし、素材もないしね、これ籐も持ってなければ、ご自身で直されるってこと難しいと思うんで、せめてこうガムテープでっていう気持ちはよーくわかるんですが、こういったいいものです。前にもお話ししましたように、120年に一度の鈴竹の開花があって、ちょっとまだしばらくはですね、鈴竹不足、蓄材不足ということで、なかなかこういった市場かごもね、できにくい状態が続くんじゃないかなというふうなことが予想されてますので、ぜひですね、お手元で長くお使いいただいた、ご愛用いただいている市場かごがあればお送りいただき、こういった形でですね、まるで新品同様な手直しさせていただいてお送りいたしますので、ここが穴大きく開いててもこうやってまた使えるわけだから、過去も喜ぶんじゃないかと思いますので、ぜひですね、修理の方もご検討いただきたいなというふうに思っています。ノーバンブーのらい。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。